今日は皆さんに留学についての詳しい内容を聞きたいというリクエストをいただいたので、留学についての詳しい内容をお話ししたいと思います。私は2回留学に行ってるんですけど、今回はその高校2年生の時に行った長期留学についてお話をしたいと思います。私は今日は特に高校の時の留学についてお話をします。あと日本でホストファミリーになったことがあるので、その経験についても少しお話をしていきます。私はアメリカのインディアナ州というところに行っていました。なんでアメリカってよく聞かれるんですけど、これはただ単に私の準備が遅くてその留学エージェントを通して留学に行ったんですけど、そこに行ったらもうこの時期はアメリカしか空いてないのでもうアメリカしかないよって言われて、州はそのランダムで振り当てられるのでインディアナをもらいました。この国に行きたいとかいうある人は早めから準備することをお勧めします。私はカナダにあるブリティッシュコロンビア州のソルトスプリングアイランドという小さな島にステイしていました。なんでカナダにしたかというと、学校の成績が全然足りなくて、カナダは基準がなかったのでカナダに行くことになったんですけど、はい、私は現地でホームステイをしていました。現地の高校に行ってホストファミリーの家にステイして生活をしていました。私もホームステイをしていました。4人兄弟でもう1人、ドイツから同じように留学しているホストシスターもいたので、合わせて子供は6人でした学校の授業は現地の高校生と同じ授業をとっていて、高校2年生の必修科目がアメリカンヒストリーと、あとイングリッシュ国語と、あとサイエンスか数学科を選べたので、私は数学を選びました。数学好きなの？いやだけどもサイエンスか数学って言われたらじゃあ数学でということでなるほど、はい、選びました。その他の授業は結構自由だったので、写真の編集の授業を取ったり、あとステンドグラスの授業を取ったり、めっちゃおしゃれ。そう一から鏡ガラスを切って自分で色を選んで作品を作るというおしゃれな授業ですねと、あとはヌートリションのクラスを取っていて、クッキングとかするんですけど、一番衝撃だったのが最初のクラスで「はい、今からレインボーケーキを作ります」って言われてめっちゃカラフルなやつ。そうやっぱなんかアメリカンだなってすごい思いました。はい、私はほぼ現地の子と同じ授業を取ってました。特殊だったのは ESL クラスがあって、私もあった。言うの忘れたんですけど、私もそう母国語が英語じゃない人はその ESL っていうクラスがアサインされて、はい、毎日1時間ありました。そう、毎日1時間ありました。私たち学校が、週4回で珍しいの。多分私が行ってた島だけなんですけど、で週末が金土日なんですけど、そうどんな授業を受けてたかというと、ソーシャルスタディーズっていう社会とか歴史の授業だったりとか、英語のクラスは私たちでいう国語のクラスみたいな感じなので、すごい難しくて、ソーシャルスタディーズの歴史もカナダ史とかは私は勉強したことがなかったので、すごく難しかったです。と私がでも楽しかったクラスは彩香ちゃんが言ってたように写真のクラスが私たちもあったので、カメラを持っていろんなところに写真を撮りに行ったりしたりとか、あとカフェテリアのクラスもありました。カフェテリアのクラスはお昼のランチタイムが来る直前にあったのかな。だから、みんなに提供するご飯、みんなに提供するランチを作って、それを配膳するっていう授業だったので、でっかいお肉切ったりとか、玉ねぎひたすら切ったりとか玉ねぎ切るの得意です私芸術にすごい力を入れてる島で、ダンスと劇と劇あった私は、音楽、この3つにすごい力を入れてる島だったので、ダンスのクラスとかも発表会とかもあってすごい楽しかったです。なんかスローダンスとかヒップホップとかバレエ系とかいろいろありました。みんなが知り合いだったのですごくいいところなんですけど、私のホストママと学校の先生とかが知り合いで、お母さんにテストの点数を言わなくてもすぐに情報がバレるっていう一番高校の
のシステムでいいなと思ったのが、その一つ一つの授業にレベル分けがされていて、その自分のできない教科とできる教科の差が私はすごい激しかったので、日本でもしてほしいなってすごい思いました。苦手な教科もゆっくりやることによって、苦手意識も減ると思うし、実際アメリカで私数学の授業がすごい好きになって、成績も毎回テストが終わるたびとか、いつでも学校のポータルからログインしたら自分の成績が何%っていうのが見えるので、それでいつも確認をして、いけてるなとか、ちょっと90になってるからエクストラアサイメントもう一回やってみようとか、で最終的には 103% ぐらいありました。すごい数学とかでも答えを出すっていう時にグループディスカッションで意見を聞きながら、私はこう思うっていう機会がすごく多かったので、私の趣味がテニスなので、その高校にテニスの部活があるって聞いた時はもう入る気満々で行ったんですけど、アメリカの高校って季節によってやってる部活が違くて、春と夏、シーズンスポーツみたいな2つに分かれてて、どっちもやるスポーツもあるし、春だけとか夏だけとかいうのがあって、テニスは春だけだったので、夏に行った時はもう終わってて半年待ってやっと最後の最後に春になった時にテニス部に入りました。そのテニス部に入る時も応募した人がたくさんいて、トライアウトといってテストを、ちょっとテニスコートでポン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 して、コーチの人が見て、この人は OK、 この人は来年また来てくださいとか、そういうので枠がもう何人って決まってて、そういうトライアウトという試験もありました。これは結構アメリカ独特かな、海外独特なんかなと思う。日本では部活ないね、あんまり部活に入る制限とかはないかな。サインアップしたら普通に入れるよね。そう単位についてはよく聞かれるんですけど、日本で普通科の公立の高校に行っていたので、単位は認められず、もう一回高校3年生をやりました。私は逆に国際教養科のある高校に行ってたので、単位が認められて、3年生の夏休みに帰ってきてから半年また学校に行って、そのまま大学に進学しました。あんまりホームシックにはならなかったです。やっぱりその近所にアジアンスーパーといってコリアンの食材を売っているスーパーや日本のポッキーとかも売ってたので、そうなんだ。そこに食材を買いに行って一緒にホストファミリーとお好み焼きを作ったり、そういう食から日本をなんやろ、食で日本を思い出してました。忘れてない。提供して思い出してたの？アメリカでの生活もすごい楽しかったので、早く帰りたいとはならなかったです。二昔前ぐらい結構前の昔々に留学した人とかは文通とかで結構昔話いつでもどこでも連絡を取れる便利な時代だね。便利な時代に生まれその辺はあんまり苦労はしませんでした。私も、あんまりホームシックならなくて、基本的楽しかったんですけど、家族とかと結構日本でもずっと一緒にいたので、スカイプするたびにちょっと寂しくなったりとかはしてたし、私は高校3年生の時に行ったので、日本にいる友達はみんな私が留学中に高校を卒業して日本に帰ったらもうみんな大学生いないっていう、ある意味友達も2倍でよかったんですけど春になった時にみんな卒業式を迎えた時がちょっと寂しかったです。その家族と連絡するのも頻度を決めといた方がいいかなと思います。テレビ電話でやっぱり見るとね、寂しくなっちゃうから、そういうのは頻度を決めてしてました。カルチャーショックはすごいちっちゃいことから大きいことまでいろいろ発見があったんですけど、まずついて一番に思ったのはもう全てがでかいあとはオープンな人が多くて、近所をこうやって犬の散歩してたら、近所の人が来て全然一回も会ったことない人でも「I like your sweater」とか言われる。私もそれすごい思った。最初なんか喋ってきたでもなんか
かそういうのに慣れて言い返せるようになってきて、言い返せるそういうの喧嘩そういうので会話が弾んで楽しかったです。カルチャーショックは人柄かぶったあとは高校も一つしかなくて、周りに小さい島がもっといっぱいあるんですけど、そこからウォータータクシーで毎朝通学がボートっていうそうのもあったし、すごいスローライフが有名なので、私はすごくいい経験になったんですけど、びっくりしました。もう一つは学んだことにも近いんですけど、意思をはっきり伝えないとダメだなということをすごく1年間を通して勉強になりました。私もそれに近いことを感じていて、私が思ったのはすごい意見を求められるっていうのがすごいありました。結構アメリカはディベートの文化とかも進んでいて、何か物事が起こった時にあなたはどう思う、私はこう思うけどあなたはどう思うっていうのをすごい聞かれて、最初私意見なんかそんななかったんですよ。薄っぺらい人やって最初は全然何もI don't know みたいな感じだったんですけど、そういうのもついてきました。やっぱり学校が結構最初難しかったです。宿題が毎日いっぱい出たんですけど、一生終わらなくて、でそのまま寝て、で次の日また朝学校行ってっていう繰り返しでした。特に国語の授業なんかは読書感想文のような課題もあったので、まず本が読み終わらないんですよ。これぐらいの厚い本を渡されるんですけど、知らない単語がすごいいっぱいあるしっていうことで結構つまずいてたんですけど、そういう時はもう正直に先生に相談しに行って、先生が読めるような好きな本を選んで、それにしていいよっていうアドバイスをいただいたので、お許し言いに行くのって大切だよね。そう、自分から何か必要だったら先生に相談していって、でそれで向こうも助けてくれるっていう、そういう文化でした。私もあやかちゃんと同じで、結構大変だったことは第二言語で学ぶのはちょっと難しかったっていうのはあるんですけど、最初のね数ヶ月がすごい大変だなって思います。私が他に難しかったことは、みんなが小さい頃から知り合いでもうグループができているっていうところにいきなりあんまり上手じゃない英語で入るっていうのが難しいなとその時は感じてたんですけど、意外とみんなどんな英語を喋るかとかは気にしてなくて、途中からはあまり英語喋れなくてももうずかずか入ってってけどやっぱ最初は躊躇するよね。そう英語力は現地の人が使うような表現力とか表現とか言い回しが自分でも使えるようになったかなっていうのはあるよね。確かに、インプットはできてたけどアウトプットがすごく上手になったと思います。私の行った時の英語力は本当になくて、最初高校に行って授業にポンって入れられて、はい、何ページを開いてくださいからもう全然何も分からなくて、もう途中分からんくなったら、もう英語喋ってるかどうかも分からんぐらいこれって何語みたいなもしかしてドイツ語喋ってるんかもみたいなそういう感じのレベルでした。毎日毎日コツコツ勉強して英語を使っていくことによって最後は、授業も理解できるようになるし、私がこの留学を通して学んだことは、海外で友人関係などを築いていく中で考え方がもし違くても、こういう考え方もあるんだとかこういう見方もあるんだってのを一旦自分で受け入れた方が友人関係は築きやすくなるし深くなるなっていうのを身についたとは思ってます。私はすごいもともとシャイで、先生がクラスで「はいこれ分かる人」って言った時にもう絶対答えが分かってて、どんだけ自信があっても手を挙げれなかったんですよ。で先生からも手挙げるだけなんやから手挙げて答えいいやみたいなめっちゃ言われてたんですけど、それがどうしてもできなくてってぐらいのシャイだったんですけど、自分から動かないと何も変わっていけない文化の中にいることで、留学から帰ってきたら授業でも発言できるようになったし、そういう面で自分にすごい自信がついて帰ってきました。
あと最後に私がホストファミリーになった時の話をします。アメリカの女の子を受け入れしました。良かったことは自分たちの文化に逆に気づかされたっていうのがありました。私らは当たり前やと思ってることが当たり前じゃないっていうことにみたいなことが多くて、日本の文化ってすごい特殊で素敵なものだと思うので、再確認できてそれをすごい紹介できる喜びっていうのを幼きながらも感じました。はい、ということで本日は以上になります。また追加で質問のある方や今後の動画のリクエストがある方はコメント欄にコメントしてください。あと私たちインスタグラムもやってるので、よかったらぜひフォローしてください。いいねとチャンネル登録もお願いします。Thank you for watching!